おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回使用するのは新しく実装されたレオーネアバッキを。今度は生き残ることが任務ってわけか。上等だぞ。今シーズンは第5部からアバッキオが参戦。撹乱タイプながら近距離タイプのように扱えるキャラで、独自の能力として痕跡から敵を記録し、その敵に対して有利な効果を得ることができる。通常攻撃の威力は中程度でリーチはキラー、穴水と同等の標準二回りちょっと上。火力とリーチのバランスに優れた近距離攻撃だ。次に敵の痕跡を視認し調べることができるリプレイとその敵に対して強化効果を得るレコーディング。敵をレコーディングすると1分間その敵と痕跡が強調表示され、レコーディングした敵を画面の四角の枠内に収めると自動的に狙いをつけてくれる上、与えるダメージも増加する。次にスタンドを自分の姿に変え遠隔操作を行うダビング。他のキャラの遠隔操作とは異なり消費精神力は発動時のわずかな量のみ。移動操作は本体と同様地面を移動し走れば足音も発生する。そして他の遠隔操作とは異なり攻撃はできないがアイテムの取得、痕跡からリプレイ、相方の蘇生も可能。さらに遠隔操作中のスタンドが攻撃を受けてもダメージは発生しない上その敵をレコーディングできる。アルティメットスキルは発動中精神力の回復速度が大幅に上昇し、体力がゼロになる攻撃を受けても再起不能にならないギャングの覚悟。発動中はたとえ時を止めて殴られようがロードローラーに潰されようが、直接爆弾化されようが倒れることはない。ただし例外としてフーゴのウイルス、リゾットのアルティメット、エリア外と水中のダメージを耐えることはできない。それでは本編行ってみよう。今度は生き残ることが任務ってわけか。上等だぜ。アバッキオを使ってみた印象としては近距離タイプに近い使用感ながら、撹乱タイプらしく遠隔操作で偵察や撹乱、サポートも行えるトリッキーなキャラ。通常攻撃は火力とリーチのバランスに優れた優秀な近距離攻撃。キラ、穴水と同等の射程で多くの近距離主体のキャラに対し有利を取ることが可能。そして最大の特徴が痕跡を探知しレコーディングを行う能力。レコーディングした敵に対するオートロックオン効果は強力無比。元々の通常攻撃の高性能さに加えダメージアップと必中効果が加わるため、ほとんどの相手に対して強気に仕掛けていくことができる。痕跡を探知する能力自体も利便性が高く敵が建物に潜んでいても周辺の痕跡から察知することが可能。探知後表示される痕跡は障害物越しでも視認できるため、建物のどの位置に潜んでいるのかというのもおおよその見当がつけられる。そして遠隔操作は従来のものとは異なる独自の性能をしている。発動時の消費精神力はわずかで20秒という長時間の操作が可能。攻撃や障害物をすり抜けることはできず足音も出るという変わった仕様だが、発動を見られなければ本物との識別は困難。よく見ると複製体の顔はムーディーブルースになっているが戦闘中とっさの状況での判断はまず不可能。偽物は消えない。こちらの複製体を攻撃してこないので偽物なのは分かっていたが放置する理由もないので消しておこう。敵の複製体が走ってきたのはこっちだな。おい貴様、ムーディーブルースのリプレイを続行するぜ。複製と分かっていて攻撃をしなくても近くの痕跡からレコーディングが可能。お、向こうで別のアバッキオが遠隔操作をしだしたな。ぼさっとしてんなよ。ほらほらほら。なんてこった、チャンスだったのに狙いがずれてしまった。実はこの飛筐体の右スティックがガタガタで視点操作がちょくちょく下にずれる。しかしレコーディングはしたので次のチャンスに逃さず攻撃しよう。追跡しなきゃ敵は倒せねえんだぜ。ぶちのめす。さて引き続き痕跡を探しながらチャンスを待つか。ちなみに今シーズンこのコロッセオにも調整が入り、その中でエリア中央部に登りやすい形状の石柱が増えている。そのため縦移動スキルのないキャラでも下から石柱の上に行きやすくなり、中央部での戦闘での格差が少なくなっている。他にも処理負荷の軽減や地下通路においてスキルのエジェクトの視認性が向上といった調整もされた。お、石柱上で油断しているアバッキオがいるな。何をやってるんだ、ムーディーブルース。さて残りの敵はアバッキオが2人、それに道中リプレイしたノーマルディオ様だな。ディオ様との戦いならば相手を逃げ場のない状況まで追い込めばアバッキオが有利。ここは余計な消耗を抑えてチャンスを待とう。レコーディングして青く光っている敵が近づいてくる以外では様子を見た方がいいな。
アバッキオ同士の消耗戦になるとアルティメットの打ち合いになってどちらが残るにせよ大体体力がミリになってしまう。よしここならしばらく安全だな。向こうでは消耗戦が始まって再起不能になるものが出始めている。下にいるのはアバッキオ、上にはディオ様がいるな。ディオ様の射程に入らないように気をつけつつ終盤の安全エリア内に行こう。隠れてないで出てきたらどうだ。あの生意気なジョルノとどこか似てやがる。無駄無駄。もしかしてあいつの親父か。野郎をぶっ殺す。ボコボコだ。よしディオ様に結構ダメージ入ったな。時と目に警戒しながら勝負をかけよう。お、敵アバッキオがエリア外で倒れたか。あとはぶちのめすだけだな。迷いはねえ。おめえをぶっ殺さなきゃ進めねえっつうのなら。どうした？来いよ。かかってきな。蹴りをつけてやる。始末する。時を止まれ。ザワールド。無駄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 。この野郎言ってんだよ。うりゃ。その不遜で生意気な態度。やっぱりこいつジョルノの野郎と似てやがる。2回目のアルティメットで時と目を食いしばり、そのまま反撃でぶちのめして勝利。新しいマップの形状に不慣れだったので気づかなかったが最終エリアの状況でも石柱に登るルートがあったので、1回目のアルティメットの時間中に無理やり登ってディオ様を引きずり下ろすこともできたな。それでは次の対戦行ってみよう。今度は生き残ることが任務ってわけか。上等だぜ。アバッキオの使用感をまとめると優秀な通常攻撃に加え、レコーディングと併用すると近距離タイプ顔負けの接近戦能力を発揮するかく乱タイプ。遠隔操作も優秀で遠距離への探索やアイテム収集が可能で、プレイヤーに接近させれば攻撃をさせるかもしくは近くの痕跡をリプレイして容易にレコーディングができる。ただし遠隔操作中は当然無防備で長時間操作できるゆえに遠くまで移動させすぎると、その瞬間を通しアイテムで見られた場合本体を叩かれる危険性がある。それにさえ気をつければ偵察とアイテム収集、戦場のか乱など使い方は様々。ただし風母のウイルスを食らうとレコーディングはできるもののウイルスダメージは受けるので注意。ムーディーブルースだと。敵アバッキオをレコーディングしたがこっちもさせられてしまったか。だが構うことはない。ここは戦ってチップを奪取しよう。リプレイしたつもりがさせられていた。恐ろしいやつだぜ。ふざけやがって。なんとかダメージが足りたか。後半にアバッキオ同士でぶつかると不毛な戦いになりやすいので排除できるならば早めにできるに越したことはない。お、今度はブチャラティか。つまり俺と腕試しがしてってことか。どうした。来いよ。俺に向かってくるとはいい度胸だ。どちらが先に相手に拳を叩き込むかの勝負だ。これで時間ができたということだぜ。覚悟を決めてると見なした。おっと惜しい。まだまだいけるぞ。ムーディーブルースのリプレイを続行するぜ。本気を見せてやる。たまには手合わせするのも悪くねえな。最初の複製体は見破られたがひとたびレコーディングしてしまえば多少の体力差は問題なくなる。あとは回復をして後半戦に備えるか。アバッキオの遠隔操作は従来のものと同様エリア外に行ってもダメージを受けない。そしてアバッキオの遠隔操作はアイテムの取得もできる。これにより未探索のエリアがダメージエリアに飲まれてしまっても後からノーダメージで回収することが可能だ。さて終盤のエリアはあそこか。大通りにいるのは道中レコーディングしたアバッキオだがそちらに構っている暇はない。まずは安全エリア内の建物を偵察して有利ポジションを確保しよう。この建物の1階には痕跡が見当たらないが長時間敵が留まっている可能性もあるので油断は禁物だ。俺のスタンドで謎を解く。スイッチオン。敵の能力が分かりかけてきたぜ。アバッキオの大きな強みの一つ、それは罠をノーダメージで強行突破できることだ。移動スキルを持たないキャラは建物の侵入経路に罠を置かれると通常の手段で突破することができない。しかし複製体ならば罠を踏んでも本体はダメージを受けず、おまけに設置した敵をレコーディングすることができる。ただし迂闊な遠隔操作の使い方をして本体を叩きに来られないよう注意。敵の能力の正体が見えてきたようだな。スタンドを戻す。第一の爆弾。叩き込む。ムーディーブルース。アルティメットを使ってくる様子はないな。しかしこの位置関係ならば使ってきたとしても回避は難しくない。
このまま複製体で撹乱してもう一回ダメージを与えたい。追跡しろ。おい、もう終わりか。ほら覚悟しろ。くだらねえ真似しやがってよ。吉キラへのダメージは十分だ。遠隔操作中も外の様子に警戒していたがぶつかって2人リタイアしたようだな。ここは最後の1人のために体力とアルティメットを残しておこう。キラを撹乱して最後の1人にぶつけられれば美味しいが。お、キラが隣の建物に移動した。見たところ2階や屋上に最後の1人がいる気配はないな。これで分かっただろう。お前の小手先の技じゃ通じねえぜ。ここは一気に下から攻めよう。ぶん殴る。ようやくたどり着いたぜ、ボス。バカなこれで時間ができたということだぜ。これからボスの正体を追跡してよ、探し出すための時間がよ。というわけでアバッキオでした。近距離タイプのように扱えてリプレイとレコーディングで敵を追跡して仕留める撹乱タイプ。そしてアルティメットスキルによる終盤戦の強さも撹乱タイプの中で指折りで高いポテンシャルを秘めている。スキルの使用が一見複雑だけど、レコーディングした敵には強気に攻められるということを覚えれば初心者にもおすすめできるキャラだ。それではご視聴ありがとうございました。